1479年11月6日、カスティーリャ王国の首都トレドで、フアナと名乗る小さな王女が誕生した。彼女は、カスティーリャ女王イザベラ1世とアラゴン王フェルナンド2世の第3子である。カスティーリャもアラゴンもスペイン国内の公国であり、イザベル女王とフェルナンド王は中世では珍しい自由結婚であったことが注目される。二人の愛の結晶、フアナは愛され、ヨーロッパで最高の教育を受けた。母親の美貌と勤勉を受け継ぎ、イベリアロマンス語派のすべての言語、カスティーリャ語、レオン語、ガリシア語、ポルトガル語、カタルーニャ語に堪能で、フランス語とラテン語にも通じ、ダンサーや音楽家としての才能を発揮し、芸術的な才能も備えていた。母イザベル一世は、愛娘、フアナのために、結婚の相手として、ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世の子フィリップ一世を選んだのである。フィリップ一世は、ローマ皇帝の息子というだけでなく、当時のヨーロッパの王侯の中で最もハンサムだった。愛情深い両親のもとで育ったフアナは、いつの日か自分も愛を手に入れることができると想像していた。美男子と呼ばれた神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の息子、後に夫となるフィリップ一世と初めて出会った時、フアナは天が彼女の祈りを聞いてくれた。自分は世界一幸運な少女だと思った。彼女はフィリップに一目惚れしたが、彼は彼女の美しさに無関心で、死ぬまで彼女の愛情に触れることはなかった。ハプスブルク家の典型的な男性として、結婚は土地と爵位を得るための道具に過ぎなかった。1496年に行われた結婚式の後、フアナはさらに情熱的に夫と愛し合うようになったが、夫はすぐに他の女性に目を向けてしまった。フアナは激しい嫉妬心から夫婦仲が悪くなり、夫の浮気が続くと、彼女は宮廷の女官を懲罰するだけでなく、抗議の声を上げる夫を連れ戻そうと、呪術や魔法の薬の使用にふけった。狂気の種をまいた。その後、フィリップはスペインから連れてきた彼女側近を全員解雇し、フアナは悩みを打ち明ける相手が一人もいなかった。このプレッシャーと度重なる出産で、フアナは精神的に崩壊寸前まで追い込まれた。ある夫婦喧嘩の時、フアナは軍隊を派遣して、夫を攻撃すると脅した。フィリップは地元の裁判所を操り、妻を精神異常と認定させ、精神病タワーに軟禁した。唯一の兄であるフアン王子は若くして亡くなり、跡継ぎがおらず、姉のイザベル王女も出産で亡くなっていたため、フアナにはカスティーリャの王位継承者となる機会が与えられていた。1502年、フアナとフィリップは相続人としてスペインに戻り、カスティーリャ議会から忠誠の誓いを受けた。翌年、フィリップとほとんどの宮廷人はネーデルラント17州に戻り、4人目の子供を身ごもっていたフアナはマドリードに残された。フアナはそこで初めて精神崩壊になり、暴風雨の真夜中にフィリップに会いに行った。母であるイザベラ女王が彼女を落ち着かせようと努力したが、ほとんど成功しなかった。この頃、女王の健康状態が悪くなっており、宮廷のある女官は、女王の健康悪化を加速するのは、フアナの果てしない喧嘩であったと言った。1504年、フアナの母イサベル一世は、スペイン史上最も有名な女王が亡くなった。彼女は、スペインを800年間支配してきたアラブ人を追い出し、自分の宝石をコロンブスの海洋探検の費用に充てたのである。
また、教育熱心な彼女は、30代になってもラテン語を勉強していた。学者たちを大いに励ましていました。スペインの発展に尽くしたものの、幼少期に母親が発狂し、晩年には娘のフアナが寄港に走るなど、彼女の私生活は悲惨なものであった。賢明で有能なイザベル女王は1504年に疲れ果てて亡くなりました。女王は亡くなった後に、フアナは名義上でカスティーリャ女王の後継者となり、夫のフィリップは、この機会によって彼女と和解を望んだ。彼女と権利を共有したいと考えるが、フアナのジップが飛び込んできて、彼女を止める。フアナの夫ではなく、彼自身が共同統治する権利を持つべきだという提言した。フアナの父フェルナンド2世は、フアナの精神病に配慮して、彼は彼女を代行して国政に携わることを決意した。そして、彼はすでにカスティーリャとアラゴンを合併してスペインにすることを計画していた。その後、カスティーリャの共同統治を手放したくない彼女の父は、夫フィリップと協定を結び、1506年、フアナは、体が弱いと病気の理由で、統治不能と宣言され、及び彼女の王権と自由を奪ったのである。後ほど、彼女の父が後悔しました。フィリップは6人目の子供を身ごもった、フアナの弱い体を無視し、当時、彼女は、カタリナという名の娘を身ごもり、この娘は後にポルトガル王妃となった。彼は彼女をカスティーリャ前線に引きずり込んだ。彼女の父親との対決、そして戦争が始まろうとしていた。この時、フィリップは腸チフスで急死してしまった。フアナの精神は再び崩れ、フィリップの遺体を抱いて埋葬することを許さず、時には棺を開けて腐敗していた遺体を抱き、口づけをした。結局、フィリップを夜間埋葬することに同意したが、棺を運ぶのは修道女たちだけに許可された。亡き夫の悲しみに耐えられず、フアナは狂乱状態に陥った。1506年、ハンサムなフィリップが28歳で亡くなった後、フアナのジップフェルナンドも同じように彼女を投獄した。当初、フェルナンドはフアナに支配を譲るよう説得したが、フアナはカスティーリャの支配を譲ることは断固として譲らなかった。1509年、フェルナンドはフアナの使用人を解雇し、カスティーリャバリアドリード近郊のトルデシリアスのサンタクララ修道院に7年間幽閉した。この時期のフアナの寄港はヨーロッパ中に広まり、スペイン議会はフアナの支配の可能性を完全に放棄した。1516年、フェルナンドが亡くなり、彼は嫌々ながらもフアナに全てを相続させなければならなくなった。1517年、フアナの長男で17歳のカルロスが、フアナと10年近く会っていなかった。彼はフアナを騙して、自分を支配者としての権限を与える書類にサインさせ、その後、母親を幽閉し続けることになった。その直後、カルロスの暴政により、スペイン国民はカルロスに唯一正当性あるフアナに王位を返すよう要求する放棄を起こした。カルロスが暴動を鎮めるのに時間はかからなかったが、この時、フアナが生きている限り自分の王位は安泰ではないと邪推し、彼はフアナと話しかける者を断ち切った窓のない家に閉じ込めた。フアナの精神状態はさらに悪化し、ありがたいことに、夫、父、息子の相次ぐ裏切りという残酷な現実をもはや覚えておらず、完全に気が狂っていた。1555年4月12日にフアナは
トルデシーリャスの宮殿で死去した。46年の幽閉生活を閉じた。75歳だった。多くの歴史家は、フアナは、うつ病、躁うつ病、精神病、遺伝性統合失調症に苦しんでいたのではないかと考えている。というのも、彼女の祖母イサベルも精神疾患を患っていたため、また、彼女は不当に気が狂ったと言われるかもしれない。彼女の病気は父親、夫、息子という身近な3人によって冷酷に利用され、彼女はただの操り人形に過ぎない。スペインの史上で最も悲惨な女王であることは間違いない。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。